それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人が抱くあなたへの欲望ということで、夜のちぎり、夜の妄想シリーズ行っていきます。よろしくお願いします。では早速見ていきましょう。まずタロットカードで今のお二人の現状、状況を見ていきます。ではこちらの4枚からお二人の現状、状況を見ていきます。すごく素晴らしい流れになっているかなと思いますね。これからの未来、胸弾ませてもすごくいい、期待してもいいんじゃないかなと出てきています。お相手の方でソードのエース、バッチリと決める、勝利に向かって自分で進んでいくんだっていう決断とか勇気を表すカードが出ていますので、お相手の方からのアタック、夜のお誘いがありそうなんですね。お二人の近未来、恋愛または体の結びつきが良い方向に流れていく予感がします。あなたの方でももうすでにワクワクしている、期待に胸弾ませているっていうワンダの3番が出ているので、これからの未来、これからの先っていうところをお二人が望んでいらっしゃるんじゃないかなっていうのがカードの方から伝わってきます。そしてやっぱりここのワンダのナイトが示している通り、お二人は体の結びつきっていうところに対して進まれていくっていうのが出てきていますし、そのためにじゃあどうすればいいのかっていったのはペンタクル3番なんですね。お二人で努力が必要っていう風に出てきているので、お互いのスキルアップのためにっていうことなんですよ。夜の必殺技をより高めていくためにとか、技を磨いていきましょうっていうことが今チャレンジするといいよっていう風に言われているんですね。それぞれがスキルを磨くことだったりとか、または持ち寄って2人でね合体技を発揮していくっていうのも OK っていうことで、チャレンジしましょうっていうことです。スキルアップですね。これが今チャレンジすること。ただこのお二人の勢いっていうのが止められないぐらいの勢いで進んでいく、情熱の炎を持って進んでいくっていうワンダのナイトのカードが出てきているので、お相手からのアプローチとともにお二人で熱い夜を過ごされるんじゃないかなっていうのが出てきています。今お二人の現状としてはとても良好で、未来に向かって恋愛関係になっていけるんじゃないかなとか、これから先の未来明るいもの、より良いものになるんじゃないか、もうデートのお誘いをいただいている方もいるかもしれないです。ルノルマンカードも出していきながら、お相手がどんな風に動いてくるのか1枚カードをもらっていこうと思います。いいですね。お相手から何か決めたとか言葉、お声掛けがあるかもしれません。こうしようと思ってるんだよねとか、山のカードですね。お相手の方から急にデートの申し込みがあったりとか、あと今まで忙しかったんだけど落ち着いたからどうですかっていう言葉があったりとか、最近まで少し忙しかったりとか、そうですね、なかなか会えなかったとか、連絡が取れなかったとか、少しうまくいかなかったっていうことがあったんですが、それをお相手が迷いを乗り越えてとか、課題をクリアしたのでとかね、そういうことも言われています。またお相手のプライベートやお仕事面での課題、山積みになっていたものを乗り越えただけではなくて、お相手が勇気を持ってお二人の関係を進めていこうっていうふうに決めたから、二人が情熱的な一夜を共にできるんだっていうことも表しています。どんなふうに動いてくるのか、お二人が肌を重ねるのはお相手の中では難しいっていうふうに思っていたと、なかなか高い目標として掲げていたんですね。それをやっと動こうとか、勇気を持ってやってみようっていう風に思ったから進んでいくんだっていうことが出てきています。お相手の中ではハードルが高いっていう風に思ってらっしゃったみたいですね。ただこのソードのエースが乗り越えるんだっていう風に決めたんだっていう風に出てきているので、もうこれからはお相手の動きっていうのが出てくると思います。ではこれから先さらに進めていきましょう。じゃあお相手が抱いているあなたへの欲望っていうのはどんなものなのかっていうのも、こちらのオラクルカードからもらっているので出していきましょう。はい、では見ていきます。まず、こちらですね。こ
ちらのカードはそうですね、我が家に勝るところなし、自分のお家一番リラックスとか、ありのままの自分っていうのを表しています。そして楽観というカード、あとはこちらですね。こちらは天才、才能を目覚めさせる、生み出していくっていうカードです。これを見ているとすごく鮮やかだなとかっていうのを感じるんですね。そしてお相手がこれから目覚めさせるもの何なのかって言ったら、この独自のオリジナリティの持った芸術性とかを感じたんです。なのでお相手が持っている技ですね、ここに注目していただきたいなっていうふうに思いました。とても色鮮やか、そしてカラフルに肌を重ねる生活をあなたと送りたいと思ってるんじゃないかなっていうふうに思ったこと、そしてその輝かしいとか色鮮やかな一方で、こちらですね、暖かい光に包まれて安らかに過ごしたいっていうようなお気持ちもあるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとは魂のつながりですね。あなたとつながっていくことによって魂も身も心も体も魂も全てつながりたいっていうのが伝わってきます。あの人があなたに抱く欲望は高まる衝動、深い光と愛に包まれた美しい願いです。その思いは体だけではなく魂の奥深くで響き合い、触れるたびにお互いの色彩が混ざり合って新しい世界を描き出します。あなたと共にいる未来はあの人にとってキャンバスのようなもの。肌を重ねるたび、心を通わせるたびに鮮やかさを増していきます。ご自身の中にある強さや自信に満ちたあの人は、あなたに触れてほしい、見つめてほしい、そして知ってほしい、そのすべてを。あの人の中に秘められた魅力、外見も内面も、さらには隠された天才的なひらめきまでも、あなたにだけはその深くまで触れてほしいと願いながら、自慢げな視線を投げかけているのかもしれません。しかしその欲望の根底、奥底には温かい思いが流れています。あの人にとってあなたは唯一無二の安息の場所。あなたのそばでは肩の力を抜いて素顔のままでいられる。そしてあなたのぬくもりの中で眠るとき、まるで柔らかな光に包まれるような安らぎを感じています。そのつながりは恋愛の域を超えて魂の契約にも似た深い結びつきです。あなたと過ごしていくことで、あの人は自分自身の枠を超えて解放されて自由になれる。そしてあなたと共に新しい発見を分かち合い、彩り豊かな未来を築いていきたい。それがあの人の切実な願いです。あなたは他に変えられるものなどない存在です。あなたと共にいること、それ自体があの人の欲望を情熱的に温かく豊かな愛へと昇華させていきます。その未来は美しい楽園であって、かけがえのない喜びそのものなのです。あの人があなたに抱く思いは静かに燃え広がる炎のように、熱を浴びながらも心地よく包み込む。その指先があなたの肌に触れるとき、抑えきれない衝動が波となってお互いの間を流れていく。呼吸が重なり合い、視線が絡みつく瞬間、世界は二人だけのものになるのです。耳元で囁かれる低い声、その震えに隠しきれない欲望が込められている。あなたをそっと引き寄せ、柔らかく唇を重ねた瞬間、そこには言葉を超えた甘い喜びが広がっていき、心も体も全てが溶け合っていく。あの人はあなたの全てを知りたいと願っています。肌の温度、髪に宿る香り、触れるたびに跳ねる鼓動、そのすべてがあの人にとって宝石のように尊く、同時に抗えないほどの誘惑なのです。二人が肌を重ねる夜、お互いの間には言葉は必要ありません。ただ絡み合う体と視線がすべてを物語っています。触れるたび、確かめるたび、二人だけの秘密の世界が深まっていく。そして世界の中であの人はあなたを永遠に求め愛し続けることを誓っています。何度でも限りなく。というお相手のあなたに対する欲望がこの3枚のカードから伝わってきています。素晴らしい色鮮やかなカードだなっていうふうに思いました。ではここで
よりお二人の関係性を深めていくために、そしてあなたの性的魅力をより深めていくためにっていうメッセージをもらっていきます。こちらタロットカード22枚大アルカナで構成されています。こちらのタロットからも1枚メッセージもらっていきましょう。あなたの性的魅力はどこにあるのか。はい、1枚見ていきます。デスのカードです。すべてを包み込み、そしてストレス、重荷、お相手が感じている日頃のこの溜まっているものを発散できる、あなたとつながっていくことで新鮮になる、クリアになる、気持ちがクリアになるとか、エネルギーがクリアになる、その浄化する力をあなたは持っている。これがあなたの性的魅力としてお相手に映っているんじゃないかなということですね。そしてあなたはお相手を虜にする性的魅力がとても高いっていうのが出てきているんですね。そして何度でも再生する力があるっていうことなので、タフな方、性的なエネルギーが溢れている方、情熱的っていうのも感じられます。お相手と2人でつながり合う濃い時間を求める、またそれをお相手に与えることができるので、ここにお相手が虜になっているんだなっていうのをすごく感じます。ではトランプからラッキーナンバーをもらっていきましょう。お相手と深くつながり合う、そんな夜いつ訪れるのかっていうラッキーナンバーですね。ぜひ参考にしてください。はい、では見ていきます。トランプから1枚もらっていきましょう。7です。7のつく日時、参考にしてください。これは優位というねワードが出てきていますね。もしかしたらあなたが優位になって、あなたが先導を切ってこのお二人の流れを作っていくとか、あとは肌を重ねるときにあなたがリードしていくような、そんな一夜になるかもしれません。とても素晴らしいですね。またはあなたをエスコートしてくれるお相手がお姫様とかのように扱ってくれたりとか、あなたが特別だよっていうようなことを言ってくださるような、そんな一夜になるかもしれません。自分優位っていうことなので、あなたの望んだような展開になると思います。ではメッセージルノルマンからももらっていきましょう。紳士のカードです。お相手ですね。お相手を表しているカードなので、やはりお相手からの動きとか、あとは喜ばしいことをお相手が運んできてくれるっていうことなので、デートのお誘いだったりとか、そのお二人が肌を重ねる時もお相手の方からっていう感じがしますね。お相手に身を任せてもいいのではないかと。はい、そして今挑戦することはスキルアップっていうのが出てきていますので、夜の技ですね、磨いていただいたりとか、またご自身の体丁寧に保湿していただくことだったり、またちょっとおしゃれなねランジェリーを身につけることっていうのもこのスキルアップにつながっていきますので、ぜひその今ご自身のボディケアなど取り組まれていってもいいかもしれません。はい、ワンドの5番です。これはやっぱりご自身を磨いていくこと、切磋琢磨してっていうことが入っているので、お相手とこの激しい夜がやっぱり予感がねありますね。暑い夜、情熱的に激しく求め合うような夜になると思いますし、やはりこのお相手と2人で磨き合っていくんだよっていう風に出てきていますから、その情熱を持ってそのお相手と一晩過ごして、多分何度もこの肌を絡み合うような瞬間が訪れると思いますし、あなたがご自身のボディケアとかもされると思うので、ここでお相手と濃厚な時間を過ごされると思います。なのでぜひ今ご自身の魅力を高める時ですね、それをお相手に自慢してもいいんじゃないっていう風に出てると思います。なので今ご自身の中で何か性的魅力なことに対して感じることがあるのであれば、そこを自信つけるときっていう風に思っていただくといいのではないかなと思います。ここにデスのカードも入っています。今リセットのタイミングが入っているっていうことが言われているので、あなたの魅力をもう一度再確認するようなことが訪れるでしょうし、また自分に自信が持てるような出来事もあると思うんですね。なので今一生懸命自分のケアをされることによって、より良い運
元気が流れ込んでくると思います。そしてお相手からの動きがあると思いますので、このお相手のお誘いにぜひ乗るタイミングがやってきてると思います。ではお選びいただいたこちらのオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきましょう。エタニティ、永遠を表しています。ね、お相手と永遠が誓い合いとかがあるかもしれませんね。こちらから癒しのメッセージいただいていきます。今この瞬間を生きる。未来はあなたの中にあり、この瞬間とともに息づいています。今この瞬間以上に大切なものはありません。これまでのあなたもこれからのあなたも、すべてがすでにあなたの中にあるのです。このカードは今に目を向ける大切さを教えています。ここにすべてがあります。新しい未来を生み出す力は今にあるのです。あなたは時間を超えて輝き続ける光のような存在。永遠とはこれからあなたが作っていく素晴らしい物語です。焦らず今を大切にしていきましょう。今ここにあるあなた自身が未来を明るく照らしていくのです。はい。過去、未来、よりもこの今この瞬間を味わい尽くす、大切にする、感じるっていうこと、この今を感じることによって未来より良いものを作り上げていくことができる。まずは今この瞬間だっていうことをこのエタニティのカードが教えてきてくれています。未来より輝いていけるために、まずはこの瞬間をっていうことを意識されてみてください。今回はあの人が抱くあなたへの欲望ということで、あの人はどんなことを望んでいるのかとか、あとラッキーナンバーなどもお出ししましたので、ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズです。あの人が抱くあなたへの欲望についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。では見ていきましょう。まずは今現在のお二人の状況、関係性などを見ていきます。近未来の様子も見ていきます。こちら夜の関係性に特化して見ていきます。はい、こちらで見ていきます。この4枚でお二人の関係性見ていきますね。すごく相性がいいんじゃないかなっていうのを感じます。お相手からは癒しをいただいていますし、あなたの方の積極的なアプローチでお相手が心をときめかせているっていうのが出てきているんですね。もし今現在悩んでいる方いらっしゃれば、あなたの方からのアプローチぜひ行ってみてください。何事も諦めない気持ちが大切ですよっていうワンドの7番が出てきています。あなたの動きがより良い未来をつかみ取るためのアクションにつながっていきます。引き寄せていく力を今あなたは持っていますので、今勢いがあるんですよね。そして性的魅力にも溢れているんです。あなたが日頃からご自身のお手入れだったりとか、性的魅力について例えば外見だったりとか年齢とか数字にとらわれずに、自分らしさっていうのを思いっきり出していらっしゃるように感じるんですね。それがとてもお相手から見たらすごく魅力的だなっていうふうに映っていると思われます。あなたのその魅力、自信持っても大丈夫っていうふうにカードの方が背中を押してくれています。だから安心して今ご自身の持っている魅力、いや全然ないんですっていうふうな、そんなことないです。あなたの笑顔だったり明るさ、そして活発的なところ、ご自身が純粋に楽しいと思ってキラキラしているところがお相手がすごく魅力的だっていうふうに思ってくださっているので、だからこそ自信を持って今お相手に進んでいかれるといいのではないかなっていうふうに出ています。いやもう十分ね、お相手にアプローチしているし、話しかけてるし、連絡してるしっていう方はもうその勢いを持ってそのまま継続してみていかれてください。お相手の心に今響いているので、なのでなかなかそのお相手から返事が来ないなとか、何してるんだろうってわからない、見えづらいなっていう方も、これからこのお相手がアクション、反応を起こしてくれると思います。
ただしこのお相手は穏やかな方なので、何か例えばあなたが100からを持ってアプローチしているとするんだったら、このお相手は50ぐらいのパワーを持って返事をしてくれるような流れなんです。なので穏やか、あなたから見たらとてもマイペースだし穏やか優しいなっていう風に返事を返してくれるような、そんな内容だと思うので、でもお相手の中ではしっかりと心に響いているんだっていうことは伝わってくるんですね。お相手の様子がなかなか見えづらいなっていう方も、よくよく注目してみると、お相手からのこの東北からでも伝わるような優しいエネルギーが注ぎ込まれていると思いますので、ぜひそれを感じ取ってみてほしいっていうメッセージも込められています。そしてあとはですね、落ち着いてゆっくりと、ここは時間をかけてお二人の仲を育んでいきたいっていうことも出てきていますので、チャレンジすることっていうのはやはりご自身の心に従ってゆっくりと丁寧にこなしていくことっていうのが、これからのチャレンジすることとして入っているんですね。ご自身の内面を見るとか、お相手の内面を寄り添っていくことっていうのがとても大切になってきます。例えばお相手と喧嘩したとか、そういうことがもしあった方、いざこざとかすれ違いとかあったっていう方だとしたら、そのお相手を許す、受け入れるっていうこと、すべてはこの水に流していって、また新しくつながっていきましょうとか、過去のことは水に流すとか、そういう日本語がありますよね。過去に思っていたモヤモヤしたこととか、お相手との間においてどうしようかなっていうふうに思っていたことをそっと水に流して、そしてクリアな状態にお相手とこれから未来に向かってまた歩まれてみてください。もしね、モヤモヤしている方は。で、そうでない方にとっては、ご自身の心に従ってお相手に寄り添っていかれること、ご自身のこともそうだし、お相手の気持ち、お気持ちも尊重していくこと、お二人の気持ちそれぞれ違うんですよ。一致は完全にしない。だけれども同じ方向を向くためにはどうしたらいいのかなとか、自分は今どういうことを考えているんだろう、またお相手のかすかな変化、言動だったり表情の変化っていうのを汲み取っていくことっていうのもとても大切なことになってきます。そして肌を重ねることに対してお相手は安らかさっていうのを求めていますね。安心とか、あなたとつながってぬくもりを感じたいっていう感じですかね。それに対してあなたが激しく動いていきたいとか、情熱的な夜を求めていたりとかもするんです。ただしここ多少違いはあれど、お二人がつながり合うことによって愛情を確認したりとか、心地よいその感覚ですねに浸っていきたいっていうところは一致しているので、なのでお相手と自分が全く違う方向を向いてるんだではなくて、同じ方向は向いてるけどアプローチの仕方が違うっていうところを楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。すごくね、積極的にアプローチしているあなたの姿が見えます。そして肌を重ね合う時にお相手の表情とかをよく見ていただくと、そのお相手が何を感じてるんだろうとか、どんなところがいいんだろうっていうのがはっきりと伝わってくると思いますので、次回肌を重ねるとき楽しみにしてみてください。ではルノルマンカードで見ていきましょう。お相手どんな風にあなたに動き働きかけをしてくれるのかっていうことで、まずルノルマンで1枚もらっていきましょう。何かそのあなたが一生懸命頑張っているところをお相手が可愛いなって思ってくださってるような気がしますね。はい、では1枚出していきましょう。バードのカードですね。素晴らしいコミュニケーションを表すカードなんですね。あなたとのイチャイチャっていうところだと思います。夜一緒にいてイチャイチャしたいとか、そのようにアプローチかけてくると思います。ただ穏やかな方とか優しい方のような気がするので、積極的にボディタッチするというよりは、おしゃべり会話の中でその夜のお誘いだったりとか、そういうニュアンスを込めて柔らかく伝えてくるような感じがします。あとは最初は言葉、会話とかから始まるようなコミュニケーション、そこからのボディタッチとか流れがね、そのようになっていくと思いますね。とても可愛らしいなっていうのを感じます。お相手が可愛らしい、または逆にあなたのことを可愛いっていうふうに思ってらっしゃる
かどちらかかなと思いますし、またお互いがやっぱりお話ししていて楽しいとかコミュニケーションがすごく今潤滑に流れていく時なので、ぜひここに乗っていきたいなっていうのがあなたの願いでもあるし、お相手も同じように思ってくださっています。お話しすること、関わっていくことが今すごく2人の仲を縮めるチャンスですね。またお相手も話しかけてくれるっていうのがあるので、そこに乗っていくっていうのがいいかなと思います。では具体的なラッキーナンバーをもらっていきましょう。お相手とより仲を深めていけそうな日時として捉えてください。また肌を重ねる日、タイミングとして見ていただいても構いません。最近までお相手が忙しくってなかなか会えなかったんですとか、デートができなかったっていう方も、これから落ち着いてお相手が戻ってくるような気がするんですね。なので、またはあなたの方が忙しくってお相手がずっと待ってたよっていう風な、そんなね感じがするんですね。どちらかが帰ってくるとか、今まで通りに戻っていくよっていうような気がするので、当てはまる方はもうこれからはねずっと一緒にいられるとか、そうですね、また前のようにお話ができる、会えるとか頻度がね戻ってくるっていう感じがします。だからこそ諦めないでっていうワンドの7番も出ています。粘り強く取り組んでいくこと、夜の営みに対しても粘り強さっていうのがアドバイスに入ってくるので、何事もめげずに立ち上がっていく、奮い立たせていくことっていうのがアドバイスカードです。はい、ではシェアのカードが入っています。ラッキーナンバーは6番です。このカード、お互いがそのバランス持ってやっていけることっていうのがとても大切になってくること、またそのように物事も流れていきますので、何か自分だけが頑張らなきゃいけないとか、お相手をより理解しようっていうふうに意識しなくても、自然とそのように流れていくから、バランス取れていくから安心してっていうメッセージが今伝わってきました。またお相手とのバランスが公平に公正に取れる時なので、どちらかに偏りすぎることがない、例えばアタックしすぎるとか連絡取りすぎるとか、そういうこともなく自然にお互いが寄り添っていけるような未来がこの6のつく日時に行われるでしょう。そしてお相手の方のアクションもやっぱりおしゃべりバートのカードが入ってるので、コミュニケーション取れる日時として見ていただいてもいいと思います。いいですね。あとはお相手が感じているあなたの性的魅力っていうところについて、タロットカード大アルカナ22枚のカードなんですが、こちらから1枚もらっていきましょう。お相手が感じるあなたの性的魅力です。はい、まずこちらですね。すごいですね。はい、同じサインのカードがこれ2枚目です。清らかな方っていうのがすごくここで伝わってくるかなと思いますね。あなたのことを、デリケートでもある繊細な方だから、乱暴に扱ってはいけないと、夜の営みに対しても丁寧にあなたの心をほぐしていくかのように、あなたはすごく活力もあって情熱的だし、元気いっぱいとか笑顔いっぱいなんですが、どこかの心の中で繊細な面を併せ持っているのかもしれません。それを敏感にお相手が受け取ってくださってるとか、あとはあなたの純粋なところに惹かれているっていうのも伝わってくるんですよね。純粋だからこそ丁寧に愛を紡いでいきたいとか、そういうことも考えてらっしゃると思います。またこれから先の未来についても、あなたとだったらつながりをずっと持ち続けていけるんじゃないかっていうことだったりとか、またはあなたの上品さ、知的っていうところにも惹かれてると思うんですよね。ミステリアスと言いますか、神秘的なんです。見えそうで見えなかったりとか、明るいんだけど、一見明るいんだけど心の中で悩みを抱えていたりとか、影の部分とかに惹かれているような気がするんです。また影の部分っていうのは決して暗いだけではなくて、純粋さとかを秘めているっていうところですね。一見傍から見たら明るくて誰とでも仲良くなれるし、もしかしたらフラットにすぐ体の関係になっていけるように見られがちなのかもしれないけど、きちんと自分の考えを持って定数を守っていますよ。
か、そういうところも惹かれているのかもしれません。あとはこちらのもうすでに選んでいるんですが、オラクルカードからメッセージをもらっていきます。あの人が抱くあなたへの欲望ということでもらっています。これもフェア、バランスっていうカードが出ていますね。こちらもシェアだから分け与えるとか、これ共有しようよっていうことですよね。一緒に楽しもうとか、同じ味を楽しんで味わって美味しいねとかっていうことを楽しむっていうシェアのカードと、これも同じくバランス、調和、あとは選択っていう意味もありますフェアのカードです。あとは希望ですね。あなたが美しい存在、魂の美しさっていうのを感じます。あとはこちらのカードです。これは心のつながりを表しているカードなんですね。お相手にとってあなたが安らかな存在である、なんか元気をもらえると同時に、あなたの純粋なところに惹かれていたり、その純粋っていうのは人によって様々形が違うんです。そしてあなたの場合は明るさとともに純粋なエネルギーっていうのがお相手のところに届いているので、お相手の中ではそのあなたの明るいところとか笑顔が純粋な姿、エネルギーとして入っているよっていうことが伝わってきます。ではこの3枚からお相手抱く欲望を見ていきます。何かこのお互いの今性的な魅力や活力、エネルギーのバランスが整っているようにも感じます。体の相性がいいとか、あなたと肌を重ねることが気持ちいいっていうことをお相手は感じてくださっています。で、まだ肌を重ねていないっていう方に関しては、2人が肌を今後重ねていった時に相性がいいなとか気持ちいいっていうことをお相手が感じてくださってるんじゃないかなって思っています。またあなたのことを閉じ込めたいと思うぐらい独占したいのをお相手がこらえているようにも感じています。自分のことだけを見てほしいっていうような思いもありそうですね。あの人があなたに抱く欲望は溢れ出す熱い流れのように心の深い奥底から押し寄せていき、抑えがたい衝動となって全身を駆け巡っています。その感情は触れるたびに湧き上がる陶酔とあなたへの執着にも似た愛が交差しています。あの人はあなたの指先の仕草や唇が紡ぐ言葉の一つ一つに魅了されて、あなたが誘う甘い罠にかかっています。上品さの奥に潜む艶やかさ、それを目にするたびあなたを独り占めしたいという衝動に駆られるのです。それでも愛するがゆえの理性があなたを支配したい欲望と戦っていて、ギリギリのところで均衡を保っています。しかしその理性の裏にはあなたを抱きしめ全てをさらけ出してほしいという願いが隠されています。お互いのバランスや調和を重んじながらも、心と体が触れ合った時に感じる官能的な高まり、それはあの人にとって忘れられない甘い喜びであって、何度でも繰り返し味わいたいと願う瞬間です。あなたと重なる瞬間はあの人にとって特別で、触れ合うたびに現実のすべてが消え去り、二人だけの世界が生まれるかのようです。静けさの中で交わされる視線、指先が肌に触れるその一瞬の震え、それらが次第に行動へと変わっていき、愛という形で全身を包み込む、そんな深い快感の中であの人は自分自身を解き放ちたい、解放したいと願っています。あの人はあなたの前で心も体も隠すことなくさらけ出し、むき出しの欲望を分かち合いたい。あなたと共有するその濃厚な時間の中で自分のすべてを見せたいのです。そしてあなたもまた心を開き、同じ熱で応えてくれることを望んでいます。その思いはお互いを高め合う深い絆へと変わっていきます。あの人の愛には絶え間ない欲望が燃え盛っていますが、それは同時に繊細であなたを傷つけたくないという優しさに裏打ちされています。愛するとは与えること。けれどもあなたの甘い反応や心からの微笑みに触れるたび、受け取る喜びもまたあの人を高揚させるのです。つまりあなたのグッドなポイントを責める喜びも心地いいと思ってるし、また逆にあなたから求められたりとか責められたりとかすることもね、この分け与えてもらうことも心地いいっていうふうに思っているということですね。
あなたの存在はあの人にとって希望そのものです。あなたの肌のぬくもりやささやく声、そのすべてがあの人の心の奥底で眠っていた感情を呼び覚まします。あの人はあなたとの時間をこれからも紡いでいきながら、その愛と欲望を限りなく深めていきたいと願っています。何度でも永遠にです。というお相手からの欲望、何か閉じ込めたいって思うぐらいの独占欲も併せ持ちながら、繊細に、そしてデリケートに、丁重に愛を紡いでいきたい、両方を持っているような、そんなお相手の欲望っていうのが見えました。ではこれからどんな風にしてお相手と仲を育んでいけばいいのかっていうのをルノルマンでもう1枚出していきます。そしてタロットカードからも1枚もらっていきましょう。どういうことをしていけばいいのか、お相手の心に寄り添うこと、表情をよく見ていくこと、自分自身と寄り添っていくことも必要です。そしてタロットからももらっていきましょう。あなたの中の心の奥底に眠っている願望や思いっていうのをお相手汲み取ってくださっているので、これから先の未来目を向けていますし、お二人にとって明るい未来っていうのをお相手が望んでいらっしゃるように感じます。ルノルマンカード見ていきましょう。熊のカードですね。はい。そしてペンタクルクイーンのカードです。これからどのようにお相手と進んでいけば、アプローチしていけばとか、仲を深めていけばいいのか、まず優しさを持って、その愛情を持って接していらっしゃると思います。今でもね、あなたは愛情深い方なので、お相手に対して好きだよとか愛してるよっていう気持ちを惜しまなく絶え間なく与え続けていると思うんですが、そのお気持ち、温かいお気持ちをこれからも持ち続けてください。それがあなたの魅力なんです。温かい愛情とかぬくもりですね。それがあなたの魅力なので、ぜひそこに自信を持ってほしいと。何か足さなければいけないんじゃないかとか、自分を着飾る必要はありません。何かをプラスするのではなく、ありのままのあなたが美しいということをこのカードは告げています。意識しすぎることはないですよ。そしてお相手との関係とか、あとは性的なことに関しても、あなたがこうしなければいけないとか、自分はこうでなければいけないとか、もっとこうしなければとか、そのプラス要素を求める必要はありません。感じるがままに感じてくださいということ、プレッシャーに感じすぎないでくださいねって、そういうメッセージも込められています。今のありのままの自分を愛してあげること、それがお相手との仲をより一層深めていくためのワンポイントアドバイスになっていきます。安心して関係性を育んでいけるような環境づくりを、そちらの方にね、目を向けた方がいいかもしれません。自分の体をより一層磨きをかけるとか、豪華にしなければとか、そういうね、何かプラスではなくて、環境を整えるっていうことだけで自然と流れが良い方向に流れていくと思います。まずは環境づくりとか心地よさっていうところを追い求めてみてください。はい、というメッセージでした。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていきましょう。これはサナンダというカードなんですが、このカードのメッセージは幸福を表しています。愛と光の中で生きる。サナンダはより高い次元に上った存在を表しています。このカードはあなたを愛の中へと導き、心を軽くしてくれます。困難や壁があるように見えても、愛と光に心を開けば、それらがそれほど大きなものではないと気づくでしょう。私たちは物質世界に生きていますが、その世界は実はあなたの内側から生まれています。あなたの本質は光です。その光と愛につながれば、どんな現実も乗り越える力が湧いてきます。目を閉じ、自分が光でできていると想像してみてください。すべてが光に包まれているイメージの中で心を沈めてみましょう。そうすると心の目で世界を見ることができます。あなたは愛と光の存在なのです。はい、こちらのメッセージをぜひお受け取りください。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あの人が抱くあなたへの欲望について見ていきました。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人が抱くあなたへの欲望、夜のちぎり、夜の妄想シリーズでお届けしていきます。よろしくお願いします。まずはタロットカードを使ってお二人の今の現状や近未来の様子、流れを見ていきます。こちらは夜の妄想に特化して見ていきます。はい、こちらの4枚でまず見ていきます。必要があれば補足で見ていくんですが、まずここがあなたを表すところ、ペンタクル5番のカードが出ていて、こちらのこの絵柄でも感じるものがあるかもしれません。今苦しさや困難を抱えているのではないかと。例えば体の不調だったり、または生活状況、生活の苦しさとか、そういうことを感じます。今進みづらいな、特に性的なことで今見ているので、お相手と肌を重ねること自体がまず難しいんじゃないかっていうふうにあなたが感じているか、ご自身にコンプレックスを強く抱えていて、自信がないから自分の肌を見せることができないとか、肌を重ねることに恐怖すら覚えてしまったりとかしているような状態なのではないか。または2人が愛し合っていたとしてもなかなか会えないとか、そういう現実的な問題も出ているかもしれない。何か浮き彫りになっているものを感じます。そしてこちらがお相手を示すところなんですね。お相手はワンドの3番って言って、この先の未来について期待、胸弾ませているんだよっていうことが現れてるんですね。将来へ期待しているとか、物事が良くなっていく希望を持っているんです。なので2人でもし今現実厳しいねっていうことを感じているとするんだったら、お相手の方はもう未来のことに目を向けていて、じゃあ今何とかしてより良い未来を向いていきたいってことを思っていらっしゃる。でまだお二人が同じ思いではないと、片思いの状態でお相手がどう思っているかわからない、だから自分は不安なんですっていう方に関しては、お相手はすごくポジティブに物事を考えていて、あなたとのことにおいて未来よりもっと仲良くなっていけるんじゃないかっていう胸弾ませているような状態なんです。だとしたら、あなたが思っているよりお相手はそこまであなたのことをもう無理とか、未来考えられませんとか、あなたがもしコンプレックスに感じていることがあれば、それはお相手から見たらコンプレックスとして捉えていないので、そこは安心してほしいっていうメッセージが込められているんじゃないかなと思いました。2人で困難さを感じているか感じていないかによってここ変わってくるんですが、あなたがどこに今ご自身の中で困難、厳しいなってことを感じているかっていうこと、そこを今一度感じてみてください。どこだったかなっていうふうに、どれかなって、多分今ピンとくる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。ご自身のこと、ご自身の生活環境や体のことだったりとかに不安を覚えている方は、お相手はそこを不安要素として見ていないっていうことです。はい。ということで、そこは安心していただけたらいいんじゃないかなと思います。では、2人がチャレンジすると良いこととしてペンタクル2番のカードが入っていて、これは2つのことを同時にこなしていく器用さだったり、柔軟な対応っていうのがあるんですね。あと、もう少し余裕を持って楽しくしていけたらいいよねっていうふうなことなんです。こちらのペンタクル5番っていうのが、ここですね。吹雪の中、寒さの中、怪我をしている人、2人で歩いてはいるんですが、助けを求めているような、そんな苦しさとか厳しさとかを感じるカードに対して、こちらがね、もう少し余裕を持って、どちらかというと笑顔で笑っていらっしゃってて、いろんなことを器用にこなしているようなカードが出てきているので、この状態からもう少し余裕を持てていけるといいよねっていうこと、特に体のことや生活面に対してだと思うんですね。そこが自然と
バランスが整っていくんじゃないかなって思うんです。あとはあなたがもしすごく意識的にここを自分にとって自信がないとか、これっていう確かなもの、この理由っていうものが価値観がガラッと変わって、あ、そうなんだって受け入れられるようになるのかもしれない。自分が今までこう思っていた、自分のこういうところが許せないとか、嫌いとか、なんとかしたいって思っていたことが、お相手から見たらそうではなかったんだっていうことに気がつくことによって、自分を受け入れることができる。あ、こういう自分でも大丈夫なんだとか、自分が思っているより現状悪くないんだってことに気がつくと、心に余裕が生まれて、お相手ともっと過ごしやすくなっていけるんじゃないかなっていうことです。すべてはあなたの中に、心の中に答えはあるんだよ。もう一度自分の中に潜ってみてっていう忍者、ハーミットのカードが入っています。ご自身の中、もしくは今のこの厳しいって感じている現状、生活状況などを一度分析してみてください。あなたは今分析する力をもともと持っていますから、自分の感情や欲望、今の生活状況やご自身の体のことだったりとか、心のことを細かく分析してみてください。落ち着いた時間をとって。もしかしたら騒がしくなっていたりとか、バタバタしている厳しい環境の中、どうしようっていう風に不安でいっぱいになってるかもしれない。そういう時ほど心に余裕を持つことが必要っていう風に出てきているので、心に余裕を持つ時間をまず作る、空間を作って、ご自身の中で細かくチェックしてみてください。分析する。うまく考え方がまとまらないっていう時はノートに書き出していって、どういうことを今自分が思ってるんだろうとか、自分の身の回りでどういうことが起きていてとか、そういうことを文字に起こすと共通点が出てくるんです。例えば、私って自分のこの性格、こういうところが気になっていたんだとか、同じワードがいくつか出てくると思うんです。例えば苦しいっていうワードだったりとか、きついだったりとか、ここが嫌とか、例えば生活とか体のこととかお金のこととか、今の生活のこと、ご自身の不安に思っていること、キーワードが同じようなワードがいくつか出てきます。書き出していくと不思議なことに。で、それで改めて、ここの共通ワードが今自分が一番気にしていて何とかしたいって思っていたんだっていうふうに気づくことができるんですね。なので今一度自分を見つめ直す時間を取ること、分析してみること、ノートに書き出していくこと、何を恐れてるんだろうとか、何に自分が理由をつけているんだろうっていうことを書き出すことによって、より自分がどうしていけばいいのかっていう先の未来の目的を立てやすくなります。ぜひ今それを取り組まれてみてください。まず一番は余裕を持った生活とか時間を送ることです。作ることですよっていうふうに言われてるんですね。その時間を作ることができれば、自分の心に余裕が生まれて、未来に何か違った視点で物事を捉えられると思います。まず、お相手なんですが、お相手が未来のことに目を向けているということ、あなたからしてみたら、もしかしたらお相手が遠く離れてしまったように感じるとか、自分とは違う目線で視点に立っていらっしゃるとか、先に行ってしまった、自分の元から去ってしまったように感じるっていうふうに思われている方もいるかもしれない。そのお相手のお気持ち、あなたに対するお気持ちっていうところも1枚出していきましょう。お相手がどんな風に動きを見せるのかっていうのも1枚出すので、合計2枚出していきます。ノルマンからもらっていきましょう。まずお相手があなたに対するお気持ちです。どんなお気持ちを持っているのか、リングのカードです。約束とか、これは結婚を表しています。なのでお相手は結婚っていうところに対してあなたのことを考えている可能性もありますし、または約束なんですよね。契約を交わすっていうことなので、あなたとデートしたいとか、お誘いしたい、いついつ空いていますかとか、何かあなたと約束事を交わしたいっていうふうに思っています。あなたに対するお気持ちなので、しっかりした絆を育んでいきたいとか、永遠とかね、そういうことが今浮かんできます。そしてお相手の方から動きたいんだというのも出てきているんですね。お相手の方から動きがあるんじゃないかなっていうこと、そこまで不安に思わなくてももう大丈夫、安心してとか、そういう言葉が出てくるような気もします。またお相手からの言葉があったから自分の心が落ち着いたとか、ほっとできるようなことだと思います。ではお相手が、
あなたに対する思いを見ていったので、これからどうしたいのか、どういう動きを見せてくるのかってことで1枚です。犬のカードです。はい、あなたと一緒に何か作業をしたいっていうのが入ってくるかなと思います。例えばデートして同じご飯食べようよかもしれないし、みんなが集まる場所に一緒に行こう、コンサートとか、あとは映画鑑賞だったりとか、つまりデートではね、または2人きりじゃなかったとしても、みんな職場の人でみんなで集まるので、それに一緒に行きませんかとか、そのパーティーとか人が集まる場所で一緒になった時に隣に座ってくるとか接近してくるような気がします。そこでまず打ち解け合うとか話をするとか、そこからまず始めて、後々ゆっくりと二人きりになってお互いの本音を話し合ったり、未来に対する展望を語り合うのかもしれません。お相手が優しくあなたに寄り添ってくれるので、今頼りにしてくださいっていうのも伝わってきます。心配していることがあれば相談受けるよっていう風に伝わってくるんですね。ご自身の状況に当てはめてください。お相手頼もしい存在であり、あなたのすぐそこであなたを支えてくれているので、頼ってくださいねっていうのも伝わってきます。ではまず最初に、お相手があなたに抱いている欲望についてオラクルカードから見ていきます。まずはこちらのカード。このカードはルールに従うっていうカードなんですね。なんか序列とか順番とかそういうことも感じられます。なので段階を踏んであなたと正式な交際を申し込みたい。まずは身近な存在、友達の存在から頼れるパートナーの存在を目指していき、ゆくゆくは結婚とか交際とか正式なお付き合いっていうのを求めているのかもしれません。あとは支えっていうカードが出ているので、そのままですよね。支えたいとか支え合いたい、困っているんだったら近くに寄り添いたいとか、そういうことだと思います。あとはタイムマシン、過去っていうことについてこのカードは示唆しています。過去何かとらわれていた、また過去に起きた出来事によって今未来目を向けられないとか、今困っているっていうことに対しても過去を手放すことによってまた未来切り替わっていくんだよっていうことをこのカードが教えてくれています。ではこの3枚のカードから、あの人が抱くあなたへの性的魅力とか、あなたとどうなっていきたいのっていうことをお伝えしていきます。あなたにまず吸い込まれている、あなたの引力といいますか魅力ですよねに引き込まれているということと、やっぱり近くにいたいっていうことは強く感じていますね。そしてあの人は力強くて性欲が強いタイプです。タフな方ですね。あの人が抱くあなたへの欲望は、まるで溢れる波のように抑えきれない情熱とともに、深く静かにあなたへと向かっています。その眼差しには、あなたをただ見つめるだけで満たされるような甘い感覚と、それだけでは物足りない激しい衝動が同時に宿っています。あなたに吸い込まれるようだと感じるあの人の心は、あなたの仕草一つ一つにとらわれていて、理性と本能の境界を揺さぶられる。触れたくて仕方がない。けれど、ただ触れるだけでは満足できない。その欲望、あなたのすべてを知りたい。抱きしめて深く結ばれたいという熱い願望へと形を変えていきます。同時に、あの人の内に秘められた強さは、衝動だけではなくて、近くで守りたい、そばで感じたいという優しい執着へと昇華していきます。あなたを傷つけるものすべてから守り抜きたい。その思いがあの人のタフで力強い本能をさらに呼び起こすのです。あの人にとってあなたは、あの人自身すら変えてしまうほどの特別な光。その光を全身で浴びながら、あなたと一つになりたいという渇望があの人の中で静かに、けれど確かに燃え上がっています。あなたを目にするたび、まるで深い泉に引き込まれるように、心も体もあなたに吸い込まれていく。抗えないその引力に飲み込まれながら、もっと近くでもっと深くあなたを感じたいと思わずにはいられないのです。あの人は強さと欲望をその身に宿したタフな存在。触れるたびあなたを守りたいという衝動と、抑えきれない熱が同時に溢れ出す。あなたのそばで全てを分かち合いたい。その願いはまるで熱い炎のように燃え続けています。あの人は今
経験や抑え込んできた欲望を尊重しながらも、あなたとの関係においては静かにその枠を超えていきたいと願っています。あの人の欲望には、あなたを壊すことのない繊細さと、同時に全てを奪いたいという情熱が絡み合っています。あの人はあなたに触れる瞬間、心臓が高鳴り、体の奥底から湧き上がってくる情熱が抑えられなくなります。そばに行きたい。すぐにでもあなたを腕の中に包み込み、甘いささやきとともに二人だけの世界に引き込みたい。あの人の熱はまるで終わりない嵐のように激しく、あなたのすべてを求め続けています。もしあの人がそっとあなたの耳元でささやくとしたら、こう言うでしょう。あなたが笑うたびに、私のすべてが君に溶けていく。もっと近くでその笑顔を独り占めしたい。夜の静けさに君の声とぬくもりだけを感じたい。というのがお相手のあなたに対する欲望ですね。支えたい、包み込みたい、同時に引き込まれていく。また、その両方の情熱を持っている。誠実な愛情と、あなたを激しく求めたいという情熱と両方持っていて、それを同時にあなたに注ぎ込んでいきたいという欲望がある。はい、ということですね。では、これからお相手が感じるあなたの性的魅力について、タロットカード大アルカナ22枚で構成されているんですが、こちらからあなたの性的魅力について1枚出していきます。お相手が感じるあなたの魅力、どんなところに惹かれているのか。はい、1枚見ていきましょう。つられ人のカードです。あなたがロマンチック要素があるんじゃないかなと思ったんです。あとは浄化の力が強いですね。癒しの力と言いますか、あなたと一緒にいると夢見心地になる。まるで自分が夢や理想を追い求めたくなるような、あなたとだったら自分の願望が叶えられるとか、ロマンチックな一夜を過ごせるとか、まるで今まで体験したことないような関係性になれる。あとは本当に描いていた理想の一夜を共にできるとか、あなたとだったらそのような一夜を過ごせるんじゃないか。その一夜っていうのはまるで夢物語のような内容なんですが、あなたとだったらっていうのを強く感じます。精神レベルでつながっていくとか、あとはまるで夢のような、そんなロマンチックな世界といいますか、日常から離れて非現実的な、そんな空間に包まれるっていうところが、あなたの性的魅力としてお相手に映っていると思います。そしてあなたが思うままに感じてくれるから、感じた顔とかをすごく妄想していますし、肌を重ねたことがある方だったら、あなたの感じている表情っていうのをもう鮮明に覚えています。それを何度も繰り返し思い出しているよっていうのもメッセージで伝わってくるので、まだこれから肌を重ねていくんですっていう方だとしたら、あなただったらどんな風に感じてくれるんだろうっていうのをすごく妄想してるっていうのが入ってきますね。はい、なのであなたの表情一つ一つを思い出している、または妄想していること、あとはあなたとだったら非日常の感覚を味わえる、なんか精神的につながって焦点していくっていうところまで味わえる、そういうことを感じていらっしゃるっていうことですね。あなたの性的魅力としてはロマンチック要素っていうのが強く伝わってきます。はい、では具体的にラッキーナンバーをもらっていきましょう。トランプからお相手とより濃い時間を過ごせる日時とか、肌を重ね合える日時としてラッキーナンバー出していきます。はい、こちらからもらっていきましょう。ジョーカーのカードですね。ジョーカーっていうのはつまり数字がないですよね。いつ接近するか、急接近するかわからないようなっていうことかもしれないですね。またコミュニケーションを交わしていくこと、あなたが思っているよりもスムーズにこれから先コミュニケーションが取れるような予感がします。今まで思ってもいなかったような出来事が訪れる可能性もあります。もっと自由に変化を楽しんでくださいっていう、そういうカードからのメッセージも伝わってくるんですね。
もっとありのままの自分でいいんだよとか、自由でいい、何かにとらわれたりとか気にしすぎる必要がないんだよっていうことを、このジョーカーのカードが告げてくれているように感じます。希望に満ちた世界を描いてください。無限の可能性が広がっているということ、自分には、ご自身には可能性があるんだよっていうことをもう一度感じるような出来事がお相手との間に起きるんじゃないかなっていうふうに感じます。で、今回は数字出していきません。いつ訪れてもいい、いつ気づきの時間、タイムが訪れてもいいんだよっていう、そういうメッセージを感じたので、ぜひそのままお受け取りください。そうですね、ジョーカーですね。もっと楽しんでいいんだよとか、ただしそれはそうですね、自由っていうのは何もかもが好きなようにしてもいいよだけではなくて、自己責任が必ず伴ってきます。なので誰かがね、責任を取ってくれるわけではない。だけれど自分の好きなことができる、その代わり自分で責任を取るっていう気持ちでいること、それは必要です。ただこの自分でちゃんと、誰かのせいにしたりとかせずにね、自己責任っていうのはそういうことなので、誰かのせいにせずに自分らしくいることによって、より自分の可能性が広がっていくっていうことを表しています。誰かのせいにしているっていうのが少し今気になっているので、あなたの中で自分が今こんな現状なのは自分ではなくて他の何かのせいかもしれないってことを今感じているのかもしれない。そこから抜け出すタイミングがやってきているっていうふうに感じます。うまくいかないと何かに当たりたくなったりとか、いやこんなはずじゃなかったのにとか、あの時こうだったらとかっていうね、やっぱり過去にとらわれていたりとか、あの時の人物がということを気にしすぎてしまう時もやはり出てきてしまう人生の中、そんな時にっていうメッセージかもしれません。ではこれからのアドバイスとして、タロットから1枚とノルマンからも1枚もらっていきましょう。コミュニケーションがこれからもっと円滑に行われていくと思います。愚者のカードが入っていますね。太陽のカード、これから幸運が訪れますっていうことが言われています。どうかその幸運をそのまま謙虚な気持ち一旦置いといて、遠慮せずに受け取ってくださいって、喜ばしいことなので、ご自身の中で嬉しいなって思うこと、嬉しいって素直に表現することがとても大切です。幸運がやってくるので、それをキャッチすること、自分には難しいのでとか、自分なんてまだまだそんなレベルじゃないのでとか謙遜することなく、そのまま受け入れてくださいって、そして理想を思い描くことがやはりこの成功へとつながっていきます。ご自身が背を向けることなく、自分がどうしたいのかとか、お相手はもうすでにどうしたいっていうのが明確に出てきています。仲を深めていきたいとか、信頼されたい、ここですね、信頼関係を築きたいとか、あなたと何か約束、デートとか連絡の交換とか、このさらに向こうへっていうことを考えていますので、あなたもぜひ今その困難に感じていることではなくて、どうしたいのかっていうことをもっと明確にリストアップしてみてください。成功へ向けて一歩踏み出すタイミングがやってきています。そうしたらお相手とのご縁がより一層深まっていく、近づいていくと思います。また予期しなかった変化っていうのも予感が入ってくるので、この成功と一緒に変化、あなたが思ってもみなかった良い変化がね、訪れると思います。何か嬉しい予感がしますね。はい、ということで、太陽のカードが出ていますし、あとはお相手とのコミュニケーション、近くにいることっていうのも大切だし、連絡取れなかったっていう方は取れるようになっていくし、あとはご自身で日の光を浴びていくこと、新年日の光を浴びてみてください。これも、浄化ワークかなと思いました。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。トゥルー、真実を表すカードです。
このカードから癒しのメッセージをいただいていきます。マインドフルネスを表しています。つまり瞑想し、やはりここですね、落ち着いた時間をとってご自身が今何を感じているのかとか、今の現状に対してどう思っているのか、また過去っていうカードも出てきていたので、過去に対して何を感じていたのか、ここを明確に出していくとき、押し出していくとき、流し出していくときですよっていうのを表しています。今この瞬間、このカードはあなたにもう必要のない古いパターンを手放すチャンスということを伝えてきてくれています。過去に縛られることはありません。あなたは自由で美しく、深い知恵と優しさ、そしてクリエイティブな力に満ちた存在だということをもう一度思い出してください。そんなメッセージがカードに込められています。ご自身の中に宿る癒しの力を信じ、新しい生き方を受け入れてください。不安やネガティブな考えが湧いてきたときは、それを光に溶かして消えていくイメージをしてみましょう。何度か繰り返すと、硬くなった古い習慣もやがて薄れていきます。代わりに明確さやバランスがあなたを満たしてくれます。今ここで心を育む新しい選択をしてください。そして信じるということもまた選択の一つ。あなたはこの数年で多くを乗り越え成長してきました。その先には輝かしい未来が待っています。あなたは自由で愛されており、守られています。もう一つ大切なことは、ご自身の気持ちに正直であること。ご自身がこれでいいと思えるやり方を大切にしてください。愛、それが私の真実。この言葉を胸に心を満たすものを選んでいきましょう。はい、自己責任ということはご自身で選択していくってことです。誰かの敷かれたレールの上を歩くのではなくて、そして誰かが責任を取ってくれない。だけれども自分で自由に選択していいんだよって、自分で責任を持って選んでいくんだって、誰かに選んでもらうんじゃない、決めてもらうんじゃなくて自分で決めていく。そのためにどうすればいいのかっていうことで、このヒントっていうのがここにたくさん込められていました。なのでこちらのメッセージもぜひ参考にしてください。未知の予感がします。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズとして、あの人が抱くあなたへの欲望をお伝えしていきました。何かその欲望だけにはとどまらず、今のあなた自身の現状についてのメッセージも深い意味が込められていたように感じました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、年末年始スペシャルということで、一旦夜のちぎりの年末から一旦時間を置いて年始スペシャルということでまた再開させていただいています。いかがだったでしょうか。そして今回はプチ3択占いプラスこちらのエンジェルタロットガイドブックを使ってメッセージをいただいていこうと思います。まずはシャドウキャットのカードよりご自身の魅力を深めていくためにということでメッセージをもらっていこうと思います。シャッフルしていきます。お好きなもの1枚お選びください。選択肢とは関係なく左、真ん中、右とお選びください。はい、こちらですね、左、真ん中、右とお好きなもの1枚お選びいただくこと、そしてあとはですね、エンジェルタロット、こちらから共通メッセージもらっていきます。こちらは3択ではなく共通メッセージです。シャドウキャットのカードからはよりご自身の魅力を高めるためのメッセージ、そして、エンジェルタロット今飛んでいきましたので2枚ねもらっていこうかなと思います。はい、今回2枚で共通メッセージもらっていきましょう。天使からのメッセージでは、まずこちらのシャドウキャットお選びいただいているでしょうか。見ていきましょう。左をお選びいただいた方です。はみ出し物
というタイトルが付けられているんですが、無理して周りに合わせる必要はないんじゃないかなっていうのを今感じました。あなたがご自身の魅力をより高めているために周りに振り回されていたりとか、例えば噂話であの人がこういうこと言っていたよとか、こうなんだってああなんだってっていうことでっていうふうに不安に思ってしまう方がいらっしゃるのかもしれない。だけど周りとの違いだったりとか、周りの人の噂話、その輪の中に入っていけないとか、誰かと比べてしまうとか、そういうところに目を向ける必要はなくて、自分のことに集中していればおのずと周りのことが気にならなくなるし、自分は自分でいいんだっていうふうに思うことが一番今大切、魅力アップにつながるんだっていうことが伝わってきます。何か周りのことを気にしているように感じたので、またそうしなければいけないような現状なのかもしれません。そこから抜け出してちょっと距離を置いてもいいかもしれないです。 SNS だったりとか、職場の人から距離を置いて一人の時間を持つとか、家の中ではゆっくりストレッチして体を伸ばしてみたりとか、運動してみたりとかするのもおすすめです。自分のことだよっていうことがメッセージとして伝わってくるんですね。確かに周りに配慮しなければいけないこともあるんですが、もしかしたらその傾向が今強まってるのかもしれません。なので今一度自分軸っていうところに目を向けてみるといいのかもしれないですね。周りから何と言われようと自分はこう思ってるんだっていうことを大切にされてください。では真ん中をお選びいただいた方です。謎を解くというカードです。はい。なんか森林が描かれているので、例えば初詣に行かれるとか、あとは人があまりたくさんいなくて、そしてご自身のご実家とか住んでいるところの町のね、神社、町を守っている神社がありますから、そこに参拝しに行かれたりとか、あえて人混みを避けるような場所に行かれてもいいかもしれないです。神社ではなくて自然のある場所でも構わないですね。そこでご自身の心を見つめる、リラックスする、新しい空気を吸い込む、木々が出しているエネルギーを受け取ることによってご自身の中ですっきりする、今までモヤモヤしていたものが一つクリアになって答えが見つかるかもしれません。気分転換っていうことですね。謎を解くっていうのがあるので、モヤモヤしていたこととか、どうしてだろう、疑問に思っていたことが答えが出る瞬間がやってくると思います。できれば自然のある場所に行かれていくといいんじゃないかなっていうメッセージも今伝わってきたので、実践されてみてください。そんなに広い森林じゃなくても大丈夫です。はい。で、難しいなっていう方はお花を買ってきてお部屋に飾ってみたりとか、観葉植物を育んでみることもおすすめですね。またそれも難しいなっていう方は、できればその本物といいますか、生きている生命エネルギーのあるものに触れることがいいんですが、難しいなっていう方は動画を見たりとか、映画、森林がよく出てくるような映画を見たりとかすることもいいと思います。はい。謎を解くっていうのがあるので、どうしてだろう、どうなんだろうって思ってることが一つクリアになるんじゃないかなっていうメッセージ。またそのことによってご自身の魅力開花につながっていくので、ご自身に対して自問自答することっていうのもアクションの一つとして入っていると思います。そして右側をお選びいただいた方は、のんきっていうカードが出てきていますね。あなたが思っていること、今考えていることと現実の現状のギャップを感じるかもしれません。自分はこう思ってるのに現状がついてこない、こうじゃない、違うんだよな、なんかギャップを感じる。また、今自分を取り囲んでいる世界なので、誰かではなくて自分の現状に対して不満があるとか、思ったようにうまくいかないとか、自分は明るい未来を描いているのに現実的にはまだまだそれは遠いんじゃないかって思ってしまったりとか、それをどう変えていくのかっていうこと、まず現状に目を向けてください。どこかにその原因があると思います。なぜうまくいかないのかとか、なぜギャップを感じるのかとか、じゃあどうすればいいのかっていうのを考えると、よく見ると出てくると思います。まだあなたが見えていないところにその原因があるんです。そこが見つかっていないので、そのギャップを感じたままの状態なんですね。
そのギャップがあるのが悪いのではなくて、このギャップをじゃあどうするのかっていうのをこれから自分で考える時間を持っていくことがとても大切になってきます。で、この現状っていうのがよりご自身の魅力を開花するためにっていうテーマで今出しているので、自分の魅力に対して周りといいますか、ご自身の現実世界でのギャップと理想と現実のギャップを感じているのだと思います。じゃあどうすればその理想に近づいていけるのかなっていうところまで落とし込んでいくこと。ただこうなりたいなとか、こういう風になっていけたらいいなだけではなくて、じゃあどうしたらいいのかっていうところまでしっかりと焦点を当てていくことが今必要になってくるのかもしれません。目標を立てて実際にアクションを起こしてみる、現実的な行動を起こすことによってご自身の魅力がより深まっていくと思います。はい、というメッセージでは、エンジェルタロット、こちらからガイドブックを使って天使からのメッセージもらっていきます。まずはジャンピングで出てきたカードっていうのがデビルのカードですね。自由の天使、自由を表します。鎖を外してあげているんですね、これ。なのでもう自由だよって、解放なんだよっていうことを伝えてきてくれている優しいカードです。もう一枚がワンドのクイーンです。はい、魅力そのものを表しています。まずデビルのカードからメッセージもらっていこうと思います。はい、ガイドブックからもらっていきましょう。自由の天使です。自由の天使は2頭のドラゴンを解放し、暗かった洞窟を明るく照らしています。鎖には鍵がありません。つまりドラゴンたちは自分たちが思っていたほど拘束されていなかったのです。ドラゴンたちの救い主である天使はドラゴンたちをたやすく解放し、彼らに光を見せました。カードの番号の15は6に還元できます。1+5 は6なので、6は恋人たち、すなわち約束の天使たちの数字につながっていきます。カードのキーワードは制約、誘惑、束縛からの解放。はい、自由なので、そこから自由になってもいいんだよっていうこと。アファメーションです。私はどんな束縛からも自由になることを選びます。今窮屈に感じていらっしゃること、もし感じていることがあれば、今のアファメーションを唱えてみてください。自由の天使は束縛から解放されるチャンスをもたらします。あなたを束縛しているのは威圧的な上司かもしれないし、決して実ることのない上司や過去の恋人との約束かもしれません。あるいは物質主義や罪悪感とフラストレーションの悪循環の元になっている中毒かもしれません。あなた自身の自由の天使がすぐそばにいて、あなたが古い習慣を手放し、そしてあなた自身のエネルギーを解放するのを助けてくれます。離れてみれば過去の悪魔が実は取るに足らないものだったと気づくでしょう。思い切って鎖を外してみてくださいっていうメッセージ。もう一枚、ワンドのクイーンのカードですね。クリエイティビティ、活力、決意を表します。このカードからのメッセージです。ワンドのクイーン、このカードはコミュニケーション能力の優れた人物。このカードはあなたの想像力を認め、あなたが自分の能力を生かすことを求めています。今はアイディアを掘り下げたり、新しい事業を始めたり、構想していた本を書いたりする時です。理想の未来を思い描き、それを現実にしていきましょう。このクイーンは直感に従えば答えが見つかることをあなたに思い出させ、あなたが心の通じ合う人のもとへ導かれるように促してもいます。人間関係ではあなたとパートナーが互いに理解し合っており、2人が幸せになるために何が必要かを直感的に知っていることを表しています。あなたの直感、もう心の中ではすでにパートナーと理解が深まっていて、どうすれば幸せになれるかっていうのがもう必然的に心の中に眠っているんだよってこと、それを感じるままに表現してくださいっていう、そういうメッセージでした。こちらの2枚からも共通メッセージとしてお受け取りください。では今回のリーディングは以上となります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様より良い流れとなっていきますように応援しています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。